間取りはこれでいいと思うの。ああ、そうそう。他人の部屋はないから、ひなさんは物置で寝てね。新居を建てるために間取りを見ながら話し合っていると、技師である風花さんが私のことを蔑んでくる。そうね。新しい家でも他人のひなさんと一緒とか、居心地悪いものね。これまで一緒に暮らしてきたのに、私のことを他人だと言い、笑ってくる二人。私が絶望を超え、呆れて何も言えなくなっていると、夫が声を荒げる。いい加減にしろよ。どうしてひなのことを他人なんて言えるんだよ。別に、冗談で言っただけよ。ねえ、風花。ひなさんだったら物置でも生活できそうじゃない？確かに。泥臭いからそこら辺に生えてる雑草でも料理しちゃうんじゃない？ねえ、ひなさん、物置に住んでみてよ。そんなことはお前たちが決めることじゃない。義父が鋭い声で二人を叱責する。うっさいな。どうせローンだってお父さんが払うんだし、お父さんが亡くなってもお母さんの家になるんだから、他人の嫁の部屋なんて必要ないでしょ？義父のためにと思って、これまで嫌味にも耐えてきたが、私はもう耐えきれなかった。私のことだけでなく、義父のことまで馬鹿にしてくる二人の発言に、私は堪忍袋の尾が切れる思いになる。初めて風花さんと義母に言い返そうと、口を開き始めたその時。風花、母さん、お前たちはどこに住むんだ？義父が義母たちに問いかける。すると、二人はきょとんとした顔をするのだった。私の名前はひな。三つ年上である婚約者の相馬とは大学時代に出会った。大学生だからといってはっちゃけることなく、バイトと学業を両立させる聡明さと、誰にでも優しく接する彼に惹かれてお付き合いを始めたのだった。そして数年のお付き合いを経て結婚することになり、義両親へ挨拶する運びになる。相馬の実家が大学から離れていたことから、彼と付き合っている間は義両親に会ったことはなかった。結婚の挨拶で初めて顔を合わせることになり、私はとても緊張しながら彼の実家に向かうのだった。そんな私の緊張をほぐすように、相馬は冗談などを言ってくれ、気がつけばカチコチに固まっていたのが嘘のように、私は自然に義両親に挨拶することができた。はじめまして、相馬さんと付き合いさせていただいている三上ひなと申します。ああ、相馬から話は聞いていたよ。玄関先ではなんですから、どうぞ中に入って。玄関で待ち受けてくれた義父はすぐに私たちをリビングに通してくれた。その時に気づいたのだが、私たちの前にいる義父は片足を引きずりながら歩いていたのだった。リビングについて義両親が席を外した時、夫に義父の足について聞いてみる。お父さん、足を引きずっているけどどうしたの？ああ、父さんはヘルニアで右足の痛みが強いみたいなんだ。通院もしているし、薬もあるから仕事もできているけど、いつ生活に支障が出るかわからないらしい。相馬と穏やかに話をしていると、義両親がお茶を持ってきてくれる。お礼を言おうとしたその時、義両親の後ろから来た義士の風花さんが、怪げな顔できつい言葉を投げかけてくるのだった。ひなさんだっけ？冴えない顔ね。相馬の結婚相手って言うから、外見も内面も整っているのかと思ったら、このレベルって。姉貴、失礼なこと言うな。ひなは外見も素敵な女性だから、俺は結婚を決意したんだよ。初対面の風花さんにここまで罵倒されると思っていなかった私は、ただただ驚く。相馬は風花さんを叱ってくれたが、当の本人は聞いていないようだった。結婚の挨拶くらいもっとマシな格好をしたら、家族になる身としては恥ずかしくて仕方ないわよ。相馬から風花さんについては事前に話を聞いていた。風花さんは以前、既婚者と浮気して借金を抱えたため実家に戻ってきたらしい。義両親の助けもあって慰謝料を返済したが、それからは働くこともせず、ニートでいるんだとか。浮気したというのは敬遠してしまうが、ニートでいるのには訳があるのかもしれない。
初対面で罵倒される理由はわからないが、私は波風を立てたくなく、黙って我慢するのだった。黙ってないで何とか言いなさいよ、グズ。そう風花さんが声を上げたとき、その場にいた義父が風花さんの罵声を止めるのだった。いい加減にしないか、風花。義父が風花さんを一睨みする。風花さんは不満そうにしていたが、それ以上は何も言ってくることはなかった。私は心の中で義父に感謝する。ひなさん、失礼なことをしてしまって申し訳ない。言うのが遅くなってしまったが、結婚おめでとう。心から祝福するよ。ありがとうございます、お父さん。ひなさん、相馬、私も二人を祝福したいけど、結婚するならやってほしいことがあるの。義母は言いにくそうに口を開く。二人には私たちと同居してほしいの。見ての通り、お父さんは足が悪いでしょ？私はもう年だし、ひなさんにお父さんの面倒を見てほしくて。おい母さん、俺は面倒を見てもらわなくても大丈夫だよ。結婚して早々、ひなさんたちに迷惑はかけられないだろう。正直、同居の話が出るとは思っていなかった。戸惑っている義父の姿を見ると、義母一人の考えなのだろう。これまで相馬と同居の話は一切してこなかったし、家には風花さんがいるから同居はしないだろうと考えていた。しかし、義母にお願いされたのでは断るわけにはいかない。風花さんのことが心配ではあったが、義父も暴言を止めてくれたこともあり、きっと力になってくれる。私で全て補えるかわからないのですが、お力になれれば。いいのか？私の言葉に夫が尋ねる。仕事だって会社都合で続けられるかわからなかったことだし、よくしてくれるお父さんのためだったら同居も悪くないかなって。じゃあ決まりね。早速引っ越しの準備もしないとね。こうして義両親や風花さんとの同居が始まった。私は義父の面倒を見るために結婚と同居を機に仕事をパートに切り替える。しかし、義父は基本的に自分のことは自分でできるので、日々の生活にあまり負担がかからないように、私が少しだけお手伝いするのだった。それでも、義父はいつも感謝してくれる。ひなさん、いつもありがとう。お礼と言っちゃなんだが、何かあったら力になるから遠慮なく言っておくれ。ありがとうございます。その一方で、風花さんや義母は何かと私をこき使ってくる。ひなさん、お母さんと出かけるから、私の部屋を掃除しといて。私とお父さんの寝室もついでにお願いね。その後は庭の手入れもしておいてちょうだい。ひなさんには泥臭いのがお似合いでしょ？わかりました。同居が始まってから、風花さんだけでなく、義母も嫌味を言ってくるようになり、二人して私に雑用を命じてくる。家事もすべて私に押し付けてくるので、さすがに風花さんと義母には嫌気がさしてくる。さらに風花さんと義母は、義父や夫がいない時に限って嫌味を言ってきたり、雑用を命じてくる。そんな私のストレスはたまる一方だった。義父の面倒に仕事、家事や言いつけられた雑用、すべてを担っていた私は疲れ果てる。そんな状態でも、風花さんたちはお構いなしに私をこき使う。それだけでなく、私の荷物を捨てるなどのいたずらをしたり、お小遣いをせびってくることもあった。買い物行くから3万ちょうだい。ひなさんはお金を出すことしか取り柄がないでしょ？そうよ。こんな冴えない娘が相馬と結婚なんて、お父さんの面倒を見ていなかったら追い出すところだわ。辛い毎日に耐えられず、私は夜に一人で泣くことも増えていった。誰にも気づかれないように、ひっそりと声を立てずに泣いていたが、ある時に夫にバレてしまう。ひな、どうしたんだよ。何かあったのか？姉貴に何か言われたのか？心配そうに私を見つめる夫に、私は自然と溜め込んでいたことを話していく。夫は口を挟むことなく、時に相槌をして最後まで親身になって聞いてくれるのだった。
辛い思いをさせてしまってごめんな。それに気づけなくて本当にごめん。姉貴たちには俺から言うから。相馬が謝ることじゃないよ。でも、ありがとう。夫に話すと少しすっきりし、その日はいつもと違ってぐっすりと眠ることができたのだった。翌日、夫は義士たちを咎めてくれたが、あまり効果はなかった。むしろ以前よりもきつい言葉を投げられるようになり、逃げ出したくなることが増えていくのだった。悩んでばかりの毎日に心身ともに疲れてしまうが、今更優しくしてくれた義父を見捨てて義実家を出るなんてできない。私はただ我慢することしかできなかった。そんな日々が続くこと数ヶ月。いつも通りパートの仕事をしていると、いつもと違う低い声で風花さんから電話がかかってくる。今どこにいるのよ。お父さんが病院に運ばれたのよ。今すぐ病院に来なさい。それってどういうことですか？階段から転落したの。あんたが家でお父さんの面倒を見てないからよ。ぐずぐずしてないで急ぎなさい。私は店長に事情を話し、すぐに病院へ向かった。病院では義父がベッドで寝たままでいる。お父さん。ひな、お父さんは転落した際に脊椎を損傷したんだって。右足が麻痺してしまっているから、もう自力で生活するのは無理だろうって。先についていた夫が義父の状態を説明してくれる。面倒を見ると決めたのに、私が家にいないばかりに、義父に一生言えない怪我を負わせてしまったことに、後悔の念だけが募る。義父は、あと少しで定年退職だったというのに、右足の麻痺で仕事を退職せざるを得なくなってしまった。義父のことを考えると、私は病室にいられなくなり、その場を出ていく。すると、風花さんと義母が私にきつい言葉を投げかけてくるのだった。何自分は関係ないかのように病室を出ていけるわけ？お父さんがこんな状態でこれからどうやって生活していくの？もちろん、ひなさんがお父さんの介護をしてくれるのよね。それに風花の言う通り、生活費だって責任を取ってひなさんが出してちょうだい。介護をしながら家事と仕事をして生活費まで出すなんて到底できそうにない。できることならそうしたいが限界がある。風花さんと義母になんて言葉を返したらいいのか迷っていると、義父が目を覚ましたと夫が駆け寄ってきた。義父のベッドに慌てて向かった義母たちは、口々に私への苦情を口にする。しかし、義父はそんな二人を咎めるのだった。今回のことは誰の責任でもない。私が足を滑らせただけだ。ひなさんを責めるのはやめなさい。父さんの言う通りだ。むしろ母さんと姉貴は家にいたんだから、父さんのことを見ていたらよかったじゃないか。ひなを責められる立場じゃないはずだ。夫も義父に続いて私をかばってくれるが、義母たちが納得する雰囲気は感じられなかった。それからの私は義父を常に支えられるように、仕事中の時は自分で稼いだお金で訪問介護を雇ったりしていく。夜や休日は夫と協力しながら介護していく。そんな中でも風花さんと義母は一切のことをやらず、口だけを挟んでくるのだった。ちょっと昼ご飯まだ？お腹空いたんだけど、早くしないと力が入らなくなって転んじゃうかも。風花、まともに動けないお父さんが怒ろうと何も怖くない。風花さんたちは私だけでなく、父親である義父まで馬鹿にし始めていた。私が辞めるように言ったとしても、無視したり、わざと大きな舌打ちなどをしてくる。そんな風花さんたちに、私はため息をつくのだった。そんなある日、いつも通り義父の介護をしていると、義父が声を上げる。前から考えていたんだが、バリアフリーの2世帯住宅を建てないか？もともと我が家は古くて階段も急だった。いい機会だと思うんだ。義父の提案に風花さんと義母は大喜びし、夫も私も義父の提案に賛同する。バリアフリーであれば、義父が転倒する危険も避けられるはず。そう思ったからだ。お父さんが安心、安全に暮らせる家になるのなら、私も賛成します。
じゃあ早速だが、モデルルームを見に行って間取りを考えていかないか？それからの毎日は忙しくなった。モデルルームを見に行っては間取りを決めたりと、本格的に2世帯住宅の打ち合わせが始まる。そんなある日、風花さんが一枚の設計図を見せてくるのだった。間取りはこれでいいと思うの。ああ、そうそう。他人の部屋はないから、ひなさんは物置で寝てね。そうね。新しい家でも他人のひなさんと一緒とか、居心地悪いものね。これまで一緒に暮らしてきたのに、私のことを他人だと言い笑ってくる二人。私が絶望を超え、呆れて何も言えなくなっていると、夫が声を荒げる。いい加減にしろよ。どうしてひなのことを他人なんて言えるんだよ。別に、冗談で言っただけよ。ねえ、風花。ひなさんだったら物置でも生活できそうじゃない？確かに。泥臭いからそこら辺に生えてる雑草でも料理しちゃうんじゃない？ねえ、ひなさん。物置に住んでみてよ。そんなことはお前たちが決めることじゃない。義父が鋭い声で二人を叱責する。うっさいな。どうせローンだってお父さんが払うんだし、お父さんが亡くなってもお母さんの家になるんだから、他人の嫁の部屋なんて必要ないでしょ。義父のためにと思ってこれまで嫌味にも耐えてきたが、私はもう耐えきれなかった。私のことだけでなく、義父のことまで馬鹿にしてくる二人の発言に、私は堪忍袋の緒が切れる思いになる。初めて風花さんと義母に言い返そうと、口を開き始めたその時。風花、母さん、お前たちはどこに住むんだ？義父が二人に問いかける。すると、二人はきょとんとした顔をするのだった。え？お父さんってば何を言っているの？もしかして足だけじゃなく頭もおかしくなっちゃった？私たちの家は新しい二世帯住宅に決まってるじゃない。風花言い過ぎよ。お前たちが住む場所なんてないが、物置にでも住むのか？は？義父の発言に風花さんと義母は顔をしかめる。どういうことよ。意味わかんないんだけど。新居の名義は俺じゃなく相馬だ。ローンも相馬が払ってくれる。頭金は父さんが退職金で出してくれたけどな。まあ、そういうことだから、新居に誰が住むのかは俺が決めるから。ニートで嫌味しか言えず、父さんやひなをないがしろにする姉貴は絶対に済ませないから、もちろん母さんもだ。風花さんと義母は想定外のことに焦り出す。バカ言わないでよ。出戻った姉を家から放り出すなんて、昔から心優しかった相馬がそんなことしないでしょ。そうよ。しっかり考えてみなさい。介護が必要なお父さんとあなたたち夫婦だけが住むには、新居は大きすぎるでしょ。あの大きさだったら私たちだって住めるじゃない。言っておくけど、2世帯でも平屋にする予定だから。夫はそう言いながら、風花さんと義母には見せていなかった間取りを取り出す。義父が住む場所は介護に特化した間取りでバリアフリーで、介護士の使い勝手もいいように考えたものだった。私たちの住む場所は将来子供ができても狭くないように考えられた間取りになっている。姉さんたちが好き勝手に間取りを考えていたようだけど、俺たちの方でもきちんと計画を立てていたんだよ。俺の名義で立てる限りは、姉さんたちの好きにはさせないからな。こんなことなんてないわよ。勝手に話を進めるなんて認めないからね。そうよ。私たちのことを考えないなんて最低すぎるわよ。自分たちが住めないとわかると、途端にわめき出す風花さんと義母。しかし、黙っていた義父が二人に声を上げる。お前たちの方こそ好きかって言うな。義父の迫力に二人は急に黙り込む。風花、お前はいい加減独り立ちをしろ。俺の給料もないし、頼れる人はもういないことを自覚しろ。そんな、独り立ちなんて無理よ。母さんも、自分のしていることや言っていることは恥ずかしいと思わないのか？風花をいつまで甘やかす気だ？でも、風花のことだけじゃない。たくさん尽くしてくれたひなさんに今までなんて言ってきた？もうお前たちとはやっていけない。母さんとは離婚する。離婚？嘘でしょ？
義父に離婚を言い渡された義母は急に焦り始める。離婚されたらどうやって生きていけばいいのよ。介護年金だって受け取れなくなるじゃない。義母は義父が仕事を辞めてからは終身型の介護年金を受け取ってはお小遣いとして風花さんにあげていたようだ。口を滑らせてしまった義母を義父は呆れながら睨みつける。夫も義父に続いて風花さんと義母に告げる。姉貴と母さんには今すぐにでも家を出て行ってもらう。そんなの無理よ。慌てた二人は私にも泣きついてくる。ひなさん、他人なんて言ってごめんなさい。本心じゃないのよ。そう、お願いだから私たちを追い出さないで。行くあてなんてないし困るの。必死に私の服をつかみながら泣きついてくる二人だったが、私は断固拒否を貫く。本心じゃない、冗談でしたで済むわけないですよね。私がどれだけ耐えていたと思っているんですか？お父さん同様、私も許すことはできません。早く家から出て行ってください。そんな。私の言葉を聞いた二人はその場に崩れ落ちるのだった。その後、義両親の離婚が成立する。家から追い出された風花さんと義母は二人で安いアパートを借りて住んでいると聞いている。義父の介護年金も受け取れず、自分の年金も受け取れる年齢ではない義母は生活に困窮していると聞いている。風花さんも簡単なアルバイトに採用されたらしいが、非常識な言動を繰り返し、店長などからきつく絞られては苦しい生活を送っていると風の噂で聞くのだった。その一方、新居の2世帯住宅が完成し、私たちはつい最近入居したのだった。義父も私たち夫婦も完成した家に満足しており、風花さんたちがいなくなったことで、金銭的にも精神的にも私は余裕ができるのだった。義父はストレスがなくなったからか、体調も良くなってリハビリを開始している。徐々に動作ができるようになっていく義父を見るのは、なんだか涙が出てくる思いだった。毎日が笑顔で溢れる生活がこの先も続くことを願い、義父の体調がもっと良くなるようにずっと支えていこうと私は決意するのだった。水。技師の陽子さんが持ってきたカレーを口にした夫は、うめきながら急いで蛇口から水をガブ飲みする。どうしたの？水を飲んで落ち着いた優斗は真剣な顔で私に問うてくる。これは絶対食べちゃダメなやつだろ。このカレーは誰が作ったんだ？でも、これは陽子さんがお裾分けって持ってきたもので。は？姉さんが？一体何なの？ちょっとしか食べていないけど、これとっても辛いんだよ。とてもじゃないけど食べられたものじゃない。そんな、陽子さんは小麦粉なしって言ってたから、夏希にも食べさせようとしていたのに。まだ食べたのが俺だったからいいけど、もし夏希が食べていたら。陽子さんの行動に驚きと同時に、娘が被害に遭っていたかもしれないと考えると、怒りが湧いてくる。あゆみ、姉さん家に行こう。そうね。きっちり話を聞きましょう。私たちは一度義実家によって娘を義母に預け、陽子さんの家に向かうのだった。私の名前はあゆみ。近所のスーパーでパートをしている32歳の主婦で、夫の優斗と娘の夏希と3人で暮らしている。私の最近の趣味は小麦粉や卵などを使用しないアレルゲン除去のスイーツを作ったりすることだ。今年、小学1年生になった夏希には小麦粉アレルギーがある。今までは食べることのできないものが多く、夏希には不便な思いをさせてきた。小学校で始まった給食でも、夏希には食べられないものがたくさんある。でも、そんな夏希が少しでも生活を楽しめるようにと思い、アレルギー除去のレシピなどを調べたのがきっかけだった。夏希、今日のおやつは米粉を使ったホットケーキよ。やった！ホットケーキ大好き！夕飯もあるから食べ過ぎないように気をつけてね。はーい。夏希自身も今まで憧れるだけで食べられなかったスイーツや料理が食べられるようになり、とても喜んでいる。
そして、私と同じように夏希のアレルギーのことを気にかけていた義母も、小麦粉を使用しないスイーツや料理を振る舞うようになってくれている。義母は、孫娘の夏希に喜んでもらえるように、私からレシピを習ったり、自分自身でもネットで検索をしたりして、アレルゲン除去食のレパートリーを増やしてくれていた。お母さん、今日は何を作りますか？そうね、カレーとかどうかしら。このレシピなら小麦粉使わなくてもできるみたいよ。カレーですか、いいですね。夏希もカレーを食べてみたいって言っていましたし。それはよかった。手間はかかるけど、夏希ちゃんが気に入ってくれるように頑張って作りましょう。義母も協力してくれたことで、義実家での食事会でも、夏希が我慢しすぎることのない食事ができるようになっていった。使える食材が限られるのは大変だったが、私も義母も夏希の喜ぶ顔を見ることが嬉しかったようだ。夏希ちゃん、今日はカレーよ。すごい、カレー食べるの初めて。夏希はカレーを嬉しそうに頬張る。おいしい？すごくおいしい。よかったわね。ほんとだ。こんな美味しいカレーを作れるなんてすごいな。夫の優斗もアレルゲン除去食に文句を言わず、いつも美味しいと喜んでくれていた。そんな家族に支えられて、私は気を使うことの多い料理でも楽しむことができていたのだった。そんなある日、また義実家でお食事会をすることになる。今までは夏希の食べられるものが限られてしまい、あまり外食ができなかったため、優斗の姉である陽子さん夫婦とはあまり食事を一緒にする機会がなかった。だが、今回は義母と私とで食事を用意することにするのだった。私たちが作れる料理もレパートリーが増えてきたので、夏希のことを気にかけつつ、陽子さんたちにも満足してもらえるような料理を作ろうと、私と義母は意気込んでいた。今日はすごいごちそうだね。それにまたカレーがある。へえ、夏希ちゃんがいるのにこんなに料理が並ぶなんて珍しいわね。夏希でも食べられる料理をいろいろ研究したんです。皆さんのお口に合えばいいんですけど。私と義母は食卓に料理を運んでいく。とっても美味しい。夏希はそう言いながら食事を楽しむ。みんなも次々と思い思いに料理に手を伸ばしていく。すると突然、陽子さんが不満げに口を開くのだった。ねえ、なんかお母さんの料理少し味が変わった？コクがないっていうか、まろやかさがないっていうか。そうね。カレーとかもルーから作っているから、市販のルーに比べたら味が落ちるかもね。でも、普段よりも手間暇かけて作っているのよ。それだったら市販のルーを使えばいいじゃない。こんな料理だったら外食した方が良かったわよ。陽子、わがままを言うんじゃないよ。今日の料理は夏希ちゃんも食べれるように作ったんだから。それでも。陽子さんは不満そうな表情を浮かべる。すみません、陽子さん。夏希の除去食に付き合ってもらって。でも、あゆみの料理は除去食とは思えないぐらい美味しいよ。どの料理もとっても美味しいですよ。あゆみさんは料理上手ですごいですね。いえいえ、お母さんが手伝ってくれたおかげですよ。夫や陽子さんの夫の安尾さんが褒めてくれたことで少しほっとする。でもこんなの全然本物の味じゃないんだけど、どうせなら本物のごちそうが食べたいじゃない。せっかく親族集まっての食事なんだから。陽子、そんなこと言うな。あゆみさんの作る料理もごちそうだろうが。それに夏希ちゃんのために一生懸命に考えて作っているんだぞ。でも、本当はもっと美味しい料理があるでしょ？夏希ちゃんだってそっちの方が嬉しいに決まっているじゃない。すみません、陽子さん。外食だと小麦粉を使っているお店が多いので、夏希はお店に入ることも難しくて。そんなの言ってみなきゃわかんないじゃない。少なくともプロの料理なんだから、あゆみさんのよりずーっと美味しいわよ。わざわざ素人が無理して作った料理なんて食べなくてもいいじゃない。陽子、いい加減にしなさい。そんなこと言うならもう食べなくてもいいから。義母が一喝し、その場ではおとなしくなった陽子さんだったが、この食事会以降、陽子さんはことあるごとに嫌味を言ってくるようになるのだった。別の日、
夏希のリクエストだった米粉シフォンを作りすぎてしまったので、お裾分けがてら義実家に遊びに行くと、陽子さんも来ていた。こんにちは、陽子さん。ああ、あゆみさん。その包みは何？これは米粉シフォンです。作りすぎてしまったので、お裾分けに。あら、ありがとうね。よかったらあゆみさんもお茶していく？義母は包みの中身を聞いてとても喜んでくれたが、陽子さんは顔をしかめる。また自慢のアレルゲン除去食ってやつ？そんなものばっかり食べて本当の味を知らないんだから、夏希ちゃんもかわいそうよね。夏希も自分のアレルギーのことは知っていますし、そうならないようにいろいろ工夫はしているので、ゆうとや夏希も美味しいって食べてくれてますし、いくら素人のあゆみさんが作っても高級レストランの味にはならないでしょ？いちいち料理ができる自慢なんてしないでくれる？自慢しているつもりはないんですけど。ちょっと陽子、いちいちあゆみさんに突っかかるんじゃないよ。そうやってお母さんもあゆみさんの味方をするんだったらもういいわ。私は夕飯の買い物があるから、じゃあね。とにかく私が気に入らない様子の陽子さん。私もさっと米粉シフォンを義母に渡し、義実家を後にするのだった。それから数日後、私が夕飯を何にしようかと悩んでいると呼び鈴が鳴る。何か宅配便でも頼んでいたかしらと不思議に思いつつ玄関に向かうと、そこには大きい鍋を持った陽子さんがいた。あゆみさん、突然ごめんね。実は私もお母さんから習って小麦粉なしのカレーを作ってみたの。でも作りすぎちゃったからお裾分け。前はいろいろ言ってごめんね。突然の陽子さんの来訪にも驚いたが、何よりここ最近の無礼な態度を忘れたかのように笑顔の陽子さんに少し違和感を覚えた。ありがとうございます。しかもこんなにたくさん。でも、お口に合わないと恥ずかしいから、ゆうとには私が作ったっていうのは内緒にしてもらえる？お願いね。なつきちゃんにもいっぱい食べさせてあげてね。じゃあね。陽子さんは言いたいことを言うだけ言うと、大鍋を私に押し付けるようにして帰っていくのだった。珍しく塩らしい陽子さんの態度には疑問はあったが、夕飯を心配する必要がなくなった私は、あまり深く考えることはしなかった。そして、ゆうとの帰宅時間に合わせて、18時頃に夕飯の準備をするのだった。ただいま。お腹すいた。今日の夕飯は？今日の夕飯はカレーよ。今、サラダも作ってるから。あゆみのカレーめちゃくちゃ楽しみ。ちょっと味見してもいい？夕食のメニューを聞いてキッチンにやってきてカレーを少し味見するゆうと。水。うめいた後、急いで蛇口から水をガブ飲みするゆうとに驚いて、私は声をかける。どうしたの？水を飲んで落ち着いたゆうとは真剣な顔で私に問うてくるのだった。これは絶対食べちゃダメなやつだろ。このカレーは誰が作ったんだ？でも、これは陽子さんがお裾分けって持ってきたもので。は？姉さんが？一体何なの？ちょっとしか食べていないけど、これとっても辛いんだよ。とてもじゃないけど食べられたものじゃない。そんな、陽子さんは小麦粉なしって言ってたから、夏希にも食べさせようとしていたのに。まだ食べたのが俺だったからいいけど、もし夏希が食べていたら。義士の行動に驚きと同時に、娘が被害に遭っていたかもしれないと考えると、怒りが湧いてくる。あゆみ、姉さん家に行こう。そうね。きっちり話を聞きましょう。一度義実家により、娘を義母に預け、陽子さんの家に向かう。陽子さん宅の呼び鈴を鳴らすと、陽子さんがしぶしぶといった顔で玄関に現れる。陽子さん、あのカレーは一体どういうつもりで持ってきたんですか？カレー？何の話？あゆみさんってば言いがかりをつけないでくれる？私たちが言い合いをしていると、騒ぎを聞きつけた安尾さんがやってくる。どうした？玄関先で大きい声を出して。あれ？私たちの存在に気づいた安尾さんに、私たちは挨拶をする。こんばんは。どうしたの？夫婦揃って。
聞いてよ。あゆみさんたちが言いがかりをつけてくるのよ。私の作ったカレーが辛すぎたとか言って。すると何か思いついたように安尾さんは家の中に戻っていく。そして数分後、何かを持って戻ってくるのだった。陽子、お前これの中身はどこにあったんだ？それが何よ。この瓶、デスソースって書いてあるだろ？これってものすごく辛いやつだよな。なんでこんなものがうちにあるんだよ。安尾さんの手にある空き瓶を見た陽子さんは急に焦り出す。姉貴、これをうちに持ってきたカレーに入れたのか？問い詰めるが、陽子さんは叫ぶように言い訳をし始める。いや、あんたのうちのカレーが辛すぎたのがデスソースのせいかなんてわからないじゃない。それなら、家に残っているカレーの残りを食べてもらおう。そんなに大ごとにしたら、あゆみさんが困るんじゃないかしら。なんで私が困るんですか？だって、どうせあゆみさんの自作自演でしょ？手作りカレーとか言って失敗したのをごまかしたんでしょ？それを私のせいにされてもね。それはありえません。私辛いものは一切食べられないんです。カレーは基本的に甘口で蜂蜜が入っているものしか食べれませんから。だから俺は味見した時にあゆみがこんなものを作ったことがおかしくて問い詰めたんだよ。そしたら姉貴が持ってきたものだってあゆみは言ってくれたからね。あゆみさん、言わないって約束したでしょ？ゆうとに問い詰められては言わずにはいられませんでした。やっぱり姉貴が口止めしてたんだな。自ら墓穴を掘った陽子さんは逆上し始める。そうやってゆうとはあゆみさんをかばったりして、いちいち夫婦仲良しアピールとか、料理上手アピールとかうざいのよ。そんなことで、夏希が食べるかもしれないものにあんなのを入れたんですか？陽子、なんてことをしたんだ。あゆみさんたちに謝れ。うるさい。あんたのせいでもあるんだからね。いつも家事しろとか口うるさくてストレスが溜まるのよ。しかも、あゆみさんなんかと比べたりして、私みたいに男に求められるいい女と結婚できただけで感謝しなさいよ。そんな理由でこんなくだらないことをしたのか。呆れた。お前とは離婚だ。安尾さんはそう言ってスマホを取り出し、陽子さんの浮気の証拠写真などを見せ始める。なんでそんな写真持っているのよ。前からお前が浮気をしていたのは知っていたんだよ。まさかこんなタイミングで出すとは思っていなかったがな。どうやら安尾さんは前々から離婚を考えていたようだが、今回のことが最後の一押しになったようだ。うるさいわね。こんな時に私のことをかばってもくれない夫なんて、こっちから願い下げよう。こんなことなら私はケイトと幸せになるわよ。おい待て。陽子さんはそう言って、止める私たちを無視して家を飛び出していくのだった。残された私たちは陽子さんの行動に唖然としてしまう。本当に陽子がすみませんでした。また改めて謝罪に行くので、今後のことは僕に任せてください。はい。肩を落として頭を下げる安尾さんを責めることはできず、私たちは後のことを安尾さんに任せ、義実家にいる夏希を迎えに行くのだった。その後、安尾さんから連絡が来て、その後の一部始終を私たちは知ることとなる。まず、安尾さんは前々から相談していた弁護士を通して、陽子さんと浮気相手に内容証明を送り、慰謝料を請求した。慰謝料を請求された陽子さんと浮気相手は、お互いが悪いと言い合い、結局いがみ合うようにして破局したという。浮気相手と破局した陽子さんは、安尾さんに謝罪をして、関係の修復を図ったそうだ。本当に好きなのはあなただけだったのよ。お前の言うことは信じられない。それに、幼い姪っ子も巻き込んで、自分のくだらないプライドのために嫌がらせをするような奴は、こっちから願い下げだ。私たち家族への嫌がらせも知った安尾さんは、陽子さんとの復縁は認めず、離婚が成立するのだった。陽子さんは安尾さんに慰謝料を払うことになったが、返す当てのない彼女は義母に助けを求めるのだった。私の可愛い孫を苦しめる娘なんて私にはいない。二度と顔を見せるな。
義母は事前に私たちから話を聞いていたため、陽子さんを感動した。もう姉でも何でもない。今度うちに近づいたら警察を呼ぶからな。その後、陽子さんは夫を頼って我が家にも来たのだが、もちろん夫は陽子さんを追い出すのだった。頼れる人のいなくなった陽子さんは、慰謝料の支払いのためにした借金を朝から晩まで働きながら返していると風の噂で聞くのだった。その後、陽子さんと関係を断つことができた私たちは平和に暮らせるようになっていく。もちろん、夏希のアレルギーは大変ではあるのだが、少しでも夏希に喜んでもらえるように、これからも夏希のために美味しい料理を作っていきたいと思っている。家族が幸せでいられるように、私は今日も努力を重ねていくのだった。